ログイントゥアスミニボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、先日 INI 公式 YouTube チャンネルより公開された INI カバー高塚ひろむバースターズ、こちらのですね、細かすぎる歌声解説やっていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあ先日コミュニティの方でご報告したんですけれども、先日ね、ちょっとぎっくり腰になってしまいまして、本当は公開当日にですね、動画の方を撮影して公開したかったんですけれども、本当動けるような状態じゃなくてですね、翌日になってしまいました。下手したらこれ土日動けないぞなんて思ってたんですけど、湿布を貼ったり、なんかストレッチとかやってたら、めちゃくちゃこう、痛みが取れてきてですね、あ、これいけると思って、今撮影してるわけですけれども、で本当はね、公開当日に見たかったんですけれども、今回僕が公開する動画の内容に新鮮さが薄れてしまうと悪いと思って我慢して見なかったんですよ、僕。すごい楽しみにしてたのに超我慢しました。なのでね、今回は今からもうワクワクしています。今回解説する動画、まだ見ていない方は概要欄に URL 貼っときますので、ぜひクリックして見てみてください。そして少し前にですね、INI 高塚ひろむさんのデビュー前から現在までの歌声の進化解説動画というものを公開しております。こちらのサムネイルの動画になっております。興味ある方はですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方もチェックよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きな INI を筆頭にラポネ所属アーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして内容の方ですね、気に入っていただけた方はぜひ SNS での拡散もご協力していただけたらなというふうに思います。今後はね、こちらの方も皆さんにお願いしていこうかなというふうに思います。それでは早速 INI カバー高塚ひろむバースターズ解説していきたいと思います。お、来ましたよ。ああ、いい音だね、ギターね。あ、かっこいい。止めますよ、一回。バンドアレンジかっこいいですね。ここからどういう風な展開になっていくんでしょうか。続き聞いてみますよ。いいね。お、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。なかなか聞かないひろむさんの声ですね。すごくこうね、柔らかくて、少しだけね、息の音が混ざってるウィスパーボイス使ってますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、すごい優しい声ですよね。そしてフレーズの頭にですね、あーっていうこうエッジボイスが入っていて、ここがね、入ると入らないじゃ大違いですよね。すごくね、こう切なくてめちゃくちゃ雰囲気出てますよね。そしてね、このマイク今ちょっとね隠れてるんですけど、ちょっと出しますよ。ほら、このマイクかっこいいですよね。普通のハンドマイクじゃなくて、僕ね、マイクの種類あんま詳しくないんですけど、よくね、オールディーズって言って、昔の洋楽をカバーする方たちはこういうマイクをね、時々使ってる映像をね、見たことがあるんですけど、何マイクって言うんですかね。詳しい方教えてください。続きいきますよ。あ、いいね。うわー、いい声だ。いい声だ。ひろむさんのね、特徴だと思うんですけど、鼻に通した声を強めに今回使ってると思います。みたいな、こんな感じかな、僕がやると。もう一回聞いてみましょう。このね、ちょっとね、鼻にかかったニュアンスがめちゃくちゃかっ
こいいんですよね。そしてバンドの雰囲気にですね、ヒロムさんの声めちゃくちゃ合いますよね。バンドに声が合うか合わないかって実は声の出し方じゃなくて、リズムの取り方だったり、アクセントの付け方、この辺が大きく影響してくるんですよ。で、ちょっとね、解説しそびれてしまったんですけれども、休符の付け方だったり、子音でのアクセントの付け方もね、絶妙にかっこいいです。次で確認しましょう。いきますよ。ほらほら。かっこいいね。めちゃくちゃグルーブしてます。グルーブっていうのは、簡単に言うとノリなんですけど、多分ね、ノリって言われてもあまりピンとこないと思うので、違う言い方をします。バンドと歌の一体感。これですね。で、例えば今回のこのアレンジだったら、ドゥッダンツ、ドゥッドゥンダンみたいな感じのノリがあるじゃないですか。ここに対してヒロムさんの歌声もですね、ダラタタタみたいな感じのこうちょっと弾んだようなニュアンスが出てるんですよね。バンドのノリとですね、歌のノリが一つになることによって全体的な大きな躍動感が生まれてくるんです。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、このね、今にもこうね、聞いていて体が自然に動いてしまうようなこのね、ノリ。これがね、グルーブをしているっていう風な表現を音楽上ではするんですけど、めちゃくちゃかっこいいですよね。じゃあ次いきますよ。ですってべーみたいな感じで、こう、子音がすごく強いですよね。これが先ほど言ったアクセントの強弱ですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。ここからなんか盛り上がりそうな感じのですね、歌の雰囲気を感じました。最後のね、ロングトーンのところでちょっとだけ音量をね、こうね、上げてるんですよ。クレッシェンドって言うんですけど、こういう風なね、表現が来ると次から盛り上がるんじゃないかっていう期待感がこう出てきますよね。じゃあ次行きますよ。あ、そうでもなかった。一回止めますよ。盛り上がらなかったですね。散々ね、強気にこっから盛り上がる期待感とか言っといてね、さらにこうね、スローな感じになってきましたね。盛り上がると思ってね、こう待ってて、盛り上がらなくてびっくりしちゃったので、ちょっとね、ごめんなさい。歌の方分析できませんでした。もう一回聞きますね。いきますよ。ムーディーだね。なんかやっぱりソロで歌ってることで、ヒロムさん本来の歌い方なのかな？すごく海外アーティストっぽい雰囲気が出ていますよね。独特なリズムのためだったり、フレーズの語尾処理だったりね、そういう部分がですね、今回のソロカバー曲って言ってもね、INI の曲ですけどね。またね、いつもと違った表現の仕方をしていますよね。バリエーションが豊富すぎるヒロムさんは、すごいですね。次行きますよ。このね、英詞っていうのもいいですよね。日本語の歌詞よりも英語の歌詞の方が、今までのね、歌声解説動画で何度も言ってきたのかもしれないですけど、やっぱり音楽に乗りやすいんですよ。理由としては、日本語よりも英語の方がですね、子音が強いんです。子音が強いっていうことは、先ほど言った歌でのアクセントの強弱ですね。子音の強い弱い。これを表現しやすいんですよ。なので、歌がですね、バンドのサウンドだったり曲に乗りやすいんですよね。もう一回聞いてみましょう。さっき聞いたところと、ね、同じところか。ちょっとね、迷ってしまいましたけど、すごく軽く歌ってるのに躍動感がすごいですよね。これ言葉の影響も結構大きいです。なんかジャズっぽいアレンジが始まりましたね。次聞いてみましょう。いきますよ。いや、アレンジが変わると全く違う曲のように聞こえますね。サビからね、ブラスが入ってきて、で、リズムもね、こう若干こう弾んだ感じ、スイングっていうリズムなんですけど、トン、バン、ストン、トトン、バンみたいな感じのリズム。これね、スイングっていうんですけど、ジャズではね、比較的多く使われるタイプのリズムのパターンでですね、
すごく独特な雰囲気がありますよね。もう一回聞いてみましょう。で、しっかり体でですね、この弾んだリズムを感じながらヒロムさん歌ってるんですけど、もう一箇所ですね、気をつけてるところがあって、全体的に休符をつけるまではいかないんですけど、軽くスタッカート一つ一つの音をですね、こう、切るようなニュアンスで歌ってるんですよね。この歌い方がですね、今回のね、アレンジのこの弾んだ感じのリズムに歌声が乗っていく大きな理由の一つでもあるんですけど、日本人はね、こういう弾んだリズムがですね、苦手というふうに言われております。理由としては、日本のね、昔からある音楽としては、演歌だったりね、歌謡曲、この辺なんですけど、こういったジャンルの曲っていうのは弾んだリズムの曲ってあんまりないんですよ。なので日本人はこういう風にね、弾んだリズムの曲を歌い慣れていないんですよね。なので日本人はね、こういう風なリズム苦手って言われてるんですけど、ヒロムさんも完璧にリズムを捉えてますよね。さすがです。次いきますよ。高音がやっぱりね、綺麗ですよね。で、ヒロムさんの高音の特徴としては、頭部共鳴、これもね、何度も言ってきたお話なんですけど、さらにね、もう一歩、歌の深い知識をですね、今回は皆さんにご紹介しようと思うんですけれども、頭部共鳴、頭を響かせる声の出し方で何パターンかあります。ヘッドボイスと言われる頭のですね、前あたりを響かせるタイプの声。そしてスーパーヘッドボイスと言われる頭のですね、この後頭部の方に響きを持っていった声。あと一つはですね、僕は知識として知ってるんですけど、僕が実際に使えないホイッスルボイスと言われる声。これ僕が使えないんでね、今皆さんに説明することはできないんですけど、頭部共鳴と一言で言っても3種類の声にですね、分けられるんですけど、ヒロムさんの高い声はですね、スーパーヘッドボイスと言われる後頭部を響かせるタイプの高音の出し方ですね。これもね、すごく難しい声の出し方なんですけど、ヒロムさんはね、完璧にコントロールして高音出してますもんね。すごいです。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、これね、さらっと歌ってますけど、今のフレーズだけでかなりの音幅があるんですよ。最初に歌ったところと裏声のところ、そしてまた地声に戻ったところでね、すごい音幅があるんですけど、全然声ぶれないですよね。その理由としてはですね、スーパーヘッドボイス、頭部共鳴っていうのは基本高い音域を歌うときに使う発声方法なんですけど、ヒロムさんの場合はですね、低い音域を歌うときもですね、高音域ほどではないんですけど、頭部共鳴の響きを混ぜてるんですよね。これいつも僕の歌声解説で言っている高い声も低い声も同じ方向に向かって声を出すイメージ。ここに繋がってくるお話なんですけど、これをすることによってですね、音域が変わっても声質のブレっていうのがものすごく少なくなります。歌声が安定してくるっていうかね。ヒロムさんはですね、そのテクニックを使って歌ってるんですね。次いきますよ。てか、バスターズがこんな雰囲気になるなんて本当に思ってなかったからすげえびっくりしてます僕は。またね、すげえとか言っちゃいましたけど、前もね、なんかの動画を撮った時にですね、もうテンション上がりすぎて、素の口調がね、出てしまったんですよ。僕がね、ちょっと丁寧じゃない言葉を使ってしまったら、それはテンションが上がりすぎてる証拠だっていう風に思ってください。もう一回今のところ聞いてみましょう。ララ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 ラ、こういう感じの声の出し方ですね。今声を鼻に入れてるんですけど、鼻に入れた声を後頭部に引っ張るようなイメージですね。ララ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 みたいな。
こういう感じのね、出し方だと思うんですけど、声質がすごくね、こう洗練されたようなニュアンスが出てくると思います。それがね、ヒロムさんの声の特徴だと思うんですけど、すごいいい声ですね。僕もね、なんかね、声の出し方を近づけようと思ったんですけど、あそこまで綺麗な声にはならないですね。いやー、憧れますね。次行きますよ。なんだ今の声は。聞いたことがないぞ、この低音。これ初めて聞いた声かもしれないです。ヒロムさんの歌の中でね。普段使っていない、あるいは使うことが少ない音域だっていうのもあると思うんですけど、ヒロムさんの声の特徴の鼻の響き、鼻腔共鳴ですね。今回はね、ちょっと一歩奥までこう突っ込んだ部分、スーパーヘッドボイスの話までしましたけど、その響きが今の低音は目立っていないんですよね。その代わり、強い地声のニュアンスが歌声に乗ってくる胸腔共鳴、チェストボイスと言われる声ですね。こちらの響きがですね、すごく強調されてて、男らしい、めちゃくちゃかっこいい声でしたよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、もうね、目つぶって聞いたら誰の声なんだっていう風に思っちゃうぐらい別人の声質ですよね。いやー、ヒロムさんこんな声も出せるんですね。素晴らしいです。次いきますよ。なるほどね。ラップだから、あえて声質を変えたのかな。今のラップのところは、鼻のね、ニュアンスも入ってるんですけど、メインは先ほど言ったチェストボイス、胸の声の響きなんですよ。だから全体的にすごくこう、大人っぽいような声質というか、たくましい声質になってますよね。これがね、チェストボイスの特徴なんですよ。声が太くて熱くなるっていう風なね、そういう特徴を持ってる声がチェストボイスなんですけど、もう一回聞いてみましょう。ラララララ、こういう感じの声質ですよね。いつもだったら、ラララララみたいな感じで、こうね、どちらかといったらこう、可愛らしいような、美しいような、そんな感じの声質だと思うんですけど、そこにチェストボイスの響きを混ぜると、ラララララ、声自体がこう、たくましいニュアンスが乗ってくるんですよ。いや、声の表現がすごく幅広いですね。いやー、すごい声だ。次行きますよ。かっこいいね。今までこの声質を使ってこなかったのか、あるいは2024年のテーマなのかな、INI の。6月からね、7月にかけて INI のね、ボーカルメンバーのデビュー前から現在までの歌声の進化解説動画っていうのを公開したんですよ。知ってる方もね、いると思うんですけど、で、全員に共通してるのが、やっぱり先ほど言ったチェストボイスの響きがすごく強くなってるんですよね。だからもしかすると、今年のね、INI のボーカルメインメンバーのテーマが、チェストボイス強化なのかもしれないですね。これあくまでね、僕の想像なんで、真実かどうかはわかんないんですけど、いや、何はともあれ、ヒロムさんの低音めちゃくちゃかっこよくてセクシーですね。いやー、最高です。次いきますよ。いいね。ここでいつものね、ヒロムさんの声質に戻るっていう、なんかね、一曲の中に2種類の人格が存在するみたいな。いやー、聞き応えがありますね。もう一回今のとこ聞いてみましょう。いや、最高にかっこいいですね。もうね、良すぎると語彙力がなくなってきちゃいますよね。これがね、鶴さんのね、歌声解説動画の特徴なんですよ。良すぎると語彙力がなくなる。かっこいいとかすごいとかしかね、言えなくなってくるんですけど、きっとね、ヒロムミニ先輩方はですね、この気持ち分かってくださると思うんですけど、いやー、最高だ。次行きますよ。なるほどね。今回のラップはヒロムさんの本来の声質なんですね。いや、これね、目をつぶって一曲聴いてみると、
本当に二人で歌ってるように聞こえると思います。ぜひね、お友達にこの曲目つぶって聴いてって言われて、さあ何人で歌ってるでしょうかって問題出してみてください。絶対ね、二人でしょって言うと思うんで、それぐらい最初のラップと今のラップの声質差があると思いますよ。これ一人で表現できるってすごいですね。もう一回今のとこ聞いてみましょう。もうね、笑っちゃいますね、良すぎてね。いやー、なんて素晴らしい動画を公開してくれたんだ、ヒロムさんは。いやー、本当にね、INI の運営の皆様どうもありがとうございます。そしてね、歌っている本人のね、ヒロムさん本当にありがとうございます。最高の歌声ですよ、これは。次行きますよ。いいね。やっぱりね、先ほどからね、ちょっとね、同じようなことばっかり言ってて申し訳ないんですけど、チェストボイスの響きのコントロール力が進化したことによってですね、歌声の色気がやばいんですよね。セクシーさが増したというかね、しかもね、ジャズっていうことで、なおさらその辺が際立ちますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。ほら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 、もうやばいですよね。これはね、ラーナラーナみたいな感じの、もうちょっと鼻が強いかな。ラー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 。こんな感じかな。今ちょっとね、ニュアンスは近いかもしれない。耳元で甘えているような感じのニュアンスかな。僕が聞いた感じね、想像するとそんな感じだと思うんですけど。いやー、セクシーさがやばいですよね。次行きますよ。これね、甘えた感じのニュアンスから、これね、声質がはっきりしてくる。この境目がね、やばいですよね。すげえかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。そう、ここ。今ね、ここって言ったところがね、境目だと思うんですけど、ここのね、ギャップがもう本当にやばいぐらい素晴らしいですよね。めちゃくちゃかっこいい。じゃあ次行きますよ。あれ、1回目のサビのオクターブ下かなこれ。低い音域で歌ってますよね。ちょっと確認しますね、1回目のサビ。高かったと思うんだよな。ほら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 。やっぱり2回目のサビ、低い音で歌ってますよね。ちょっと2回目のサビもう1回流しますよ。ほらほら。ほら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 。音域を変えて表現してきましたよ、ヒロムさん。オクターブ下。最近の、歌のね、音域の流れとして、なんかハイトーンブームだったりするじゃないですか。で、さらに音を上げてとか、そういう表現ってめちゃくちゃ多いんですけど、そんな中、ヒロムさんはね、ハイトーン得意なはずなのに、あえて低音で攻めるっていうね、この発想力やばくないですか？時代と逆行してるように見えるんですけど、それが逆に斬新で新鮮っていうね。いやー、これはすごい。続きいきますよ。なるほどね。ちょっと一回ここで止めますよ。最初は低いところで、二回し目は元の音域に戻すっていうね、この音域の差を楽しんでくれってことかな。いやー、もう表現力の宝箱ですね。素晴らしすぎます。もう一回今のを聞いてみましょう。いや、やっぱね、綺麗ですね。で、スーパーヘッドボイスの特徴としては、声質がね、めちゃくちゃ綺麗になるんです。みたいなね、今の鶴さん式スーパーヘッドボイスみたいなね、感じなんですけど、声質がすごくなんかこう洗練されたような感じになりますよね。ヘッドボイスを使わないと、ラーラーラーみたいな感じで、やっぱりこう声にこう雑さが混ざってきてしまうっていうかね。それをこうヘッドボイスにすると、ラーラーラー粗い部分がこう削り取られて、綺麗な部分だけ残りましたっていう風なね、そういう感じの声質になるんですけど、
ヒロムさんはこの声質を低音域でも中音域でも高音域でも、高音域がね、一番使っている量としては多いんですけど、全音域で使ってるんですよね。だからヒロムさんの声ってすごく綺麗なんですけど、今回はね、そのスーパーヘッドボイスを使ってない低音部分がありますね。この部分は男らしくてめちゃくちゃセクシーな声質。もう歌声に二面性があるってすごくかっこいいですね。いやー、素晴らしいです。次いきますよ。かっこいいね。もうかっこいいねしか言ってないような気がする、さっきから。でも分かってくれますよね、この気持ち。なんか今回動画の内容としては歌声解説動画って言ってるんですけど、歌声解説よりのリアクション動画みたいな感じですね。ちょっとなんか内容がね、ブレブレで申し訳ないんですけれども、自然とそうなってしまうぐらい最高にかっこいいです。もう一回今のところ聞いてみましょう。かっこいいね。このゆったりとね、こうね、乗ってるようなね、ニュアンスが歌声にも全部表現されてるのがすごいなと思って。なんかこう、歌を歌ってるっていうよりも、人と会話をしてる自然さの中に、勝手にメロディーがついてるみたいなね。伝わるかな、この表現。なんか、歌を歌うじゃなくて、歌を話すみたいな。そのぐらい自然なニュアンスが出てるんですよね。ちょっとわかりにくい表現をしちゃったかな。いや、僕の中の歌の大事な部分だと思うんですけど、歌っていうのはどれだけ日常会話のニュアンスを出せるかっていうところが感情が伝わるか伝わらないかの境界線だと思っていて、もう 99.9% の人って歌を歌うなんですよ。なんて言うんだろう。声でメロディーを表現するもの。みたいなニュアンスで捉えている人は多分 99.9% なんですけど、でもそれだと感情を伝えるっていうよりもなんかこう機械的な感じになってしまうというかね、こんな高い声出るんですよとか、こんなに難しいフレーズ歌えるんですよとか、そうなってしまうと感情表現からどんどんこう遠のいてしまうというかね。だから言葉の発音の仕方とかも日常会話で自分が例えばこの言葉を自然と話してるとどういう風な子音の使い方をしてるのかなとか、なんかそういうのが歌に入ってくることで感情表現ができるようになってくるっていうふうに思っていて、なので先ほどの話に戻るんですけど、歌はどれだけ日常会話のニュアンスを出せるかっていうところが感情表現ができるかできないかの境目になるっていうね。そこにまたね、話は戻るんですけど、ヒロムさんの歌声は、そういった意味での自然さっていうのがすごく今出てるんですよ。だから、英語の歌詞なのに、声の雰囲気だけで、こういう気持ちで歌ってんのかなとか、こういうこと考えてんのかなっていう想像がどんどんね、自然と膨らんできてしまうというか、ここがね、素晴らしいと思います。ちょっとね、ごめんなさいね、話長くなってしまって、皆さん、ヒロムさんの声聞きたいですよね。次行きますね。いいね、これね。愛の手っていうんですか。とかね。これもテクニック的に言うと、の前には実はわからないようになってるんですけど、休符が入ってます。ちっちゃいつ、ちっちゃいつ、みたいな感じになってます。ちっちゃいつを入れないと言葉ってあそこまで強くならないんですよね。もう一回聞いてみましょう。こうやって、ワン、ツー、イェー、みたいな感じで、このね、ちっちゃいつが入ってますね。ちっちゃいつを入れないと、ワン、ツー、スリー、こんな感じになっちゃうんですよ。弱いですよね、言葉が。ちっちゃいつを入れると、ワン、ツー、みたいな感じで、こうね、ためができることによって言葉が強くなるっていうかね。そんなニュアンスが出ています。次いきますよ。ここはね、いいね。いいね。これね、ライブ感がめちゃくちゃありますよね。この感想のところって、歌い手としては歌を歌うパートではないんですけど、逆に言うと一番こうね、自由に何をやっても許されるようなね、ポジションだと思うんですよ。だから今みたいにね、愛の手を入れたり、人によってはね、ここでこうね、話をしたりとか、いろんな表現ができるポイントで、そういうポイントでですね、ヒロムさんはね、ああいう表現をしたわけですけれども、こういうのが入ってるとね、本当にね、ライブを見てる感じになって、すごくテンションが上がってきますよね。次いきますよ。
かっこいいね。でも冷静に考えると珍しいですよね。高音があんなに得意なヒロムさんが今回ね、ここまででほとんど高音域使ってないんですよ。今もう中音域ぐらいの音域でしたし、もともとこのぐらいの音域が得意なのかな。でも日プのヤング歌った時からかなりハイトーンで攻めてましたよね。どの音域でも無敵なのかな、ヒロムさんは。今のとこもう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほらほら。このぐらい。今のところがちょっと高音域の入り口っていうぐらいの音域ですけど、ほとんどの今のところも中音域でしたよね。あれか。ジャズだからちょっと大人っぽい雰囲気を表現したくて、あえてこの音域攻めてんのかな。なんかそんな気もしてきますね。次行きますよ。いいね、こうね。タラタラタタタタタタみたいな感じでね、ここも先ほど言った全体的にスタッカーとか入ってるんですけども、リズムの雰囲気がね、すごく軽快で、聴いてて気持ちいいですよね。もう一回聴いてみましょう。いいね。なんか、軽快さがすごく心地よすぎて、もう自然と表情がね、笑顔になってしまう。そういう不思議な魅力がね、あるポイントだと思うんですけど、皆さんはいかがでしょうかね。ほんといい声ですよね。次行きますよ。いいね。言葉数が多くなってきてね、すごく複雑なリズムになってきてるんですけど、すごいって思ったのが、言葉一つ一つがものすごくはっきり聞こえるんですよ。滑舌がめちゃくちゃいいっていうかね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほらね。ここまで言葉数が多いフレーズだと、プロでもね、言葉が聞き取れない方ってすごいいるんですけど、ほんと一つ一つの言葉の粒立ちがはっきりしていて、すごいなっていうところと、で、言葉の一つ一つの粒立ちがはっきりすることによって、リズムのアクセントとかもわかりやすくて、歌声がめちゃくちゃ乗ってくるんですよね。もうダブルでいい影響が出てくる歌い方をヒロムさんしてます。いやー、すごいですね。次行きますよ。いいね。いい声。いい声だね。今回高音域は全部ね、裏声を使ってると思うんですけど、これもね、やっぱりね、スーパーヘッドボイスの響きなので、めちゃくちゃ声が美しい。もう一回聞いてみましょう。ほら。こういう感じかな。もうちょっとね、鼻声のニュアンスが多い感じがしますけど、いやー、すごいいい声ですね。次行きますよ。いいね。なるほど。最後に来た。地声の強いハイトーン。最後の最後で来ましたね。もう一回聞いてみましょう。ここで終わりか。いやー、最高の終わり方ですね。いやー、本当に素晴らしい作品でした。INI カバー高塚ひろむバスターズ歌声解説していきました。いや、何ですかこの素晴らしい作品は。まさかのセルフカバーで、しかもジャズアレンジ。本当にすごいカバーだと思います。音楽的な知識が相当高くないとできないアレンジなんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、で、デビュー前にね、アカペラグループを組んでいたり、個人的にね、いろんな音楽活動をしていたのかな。やっぱりね、そういう経験があると、こういうカバーになった時に、すごくアレンジの方に生きてくるんですよね。ここをこういう風に変えたらかっこいいからこうしようとか、ここの歌い回しは原曲だとこうだけど、例えば今回ジャズだからこういう風な音使いにした方がジャズには合うなとか、そういう風なね、発想がポンポン生まれてくるんですよ。なので今回のバスターズのカバーはですね、もうヒロムさんの経験が全て詰め込まれたような作品なんじゃないかなという風に
思います。いや、本当にね、次から次へと仕掛けがあって聞いててめちゃくちゃ楽しかったですし、分析して解説して本当に楽しかったです。一人でも多くの方にですね、このヒロムさんのバスターズ聞いてほしいなというふうに思います。これからも INI 全力で応援していきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。